これは瞑想に関する質問ですね。最近、長老の念処経の本を読み直したら、樹の観察、ウェーダナの観察ができていないのではと思いました。例えば、家から外に出たとき、寒い、嫌だと思ったときは、怒りの心が生じたと知ります。しかし、その前に生ずるはずの樹の観察の苦の感覚を知っていません。樹の感覚の空楽、福、不楽を知ることができていない時が多いです。次々生じてくるものをいちいちこれは樹、これは真、これは法と当てはめる必要は、あるのでしょうかという感じの質問ですね。念処経は、これは専門的に離脱に察する方法として説かれているプラクティカルブックですね。プラクティカルテキストですね。だからちょこちょこってやってみてくださいというところではなくて、ちゃんとテキスト、お釈迦様の経典も現代的に言えばすごい精密に作られたテキストのようになりますから、で、その場合はものすごい、真剣に専門的に、仕事を実践する方法を説かれてはいるんですね。ですから背景にあるのは、ある人が、修行者がいたずらヴィパッサナー実践、気づきの実践のみを行うという前提で説かれているんですね。だから我々今ちょっと時間いただいて、その時間でやってみるっていう感じでやってますから、ちょっと理解しにくいところはあるかもしれません。ちょっとイメージで考えてください。例えば、ある人が即世間の活動からすべて離れて、道場やら森やらどこかに一人で生活して、では修行に励ますと決めたならば、その人にとってはこのテキスト通りに実践は進んでいきます。だからそういうふうになってくると、誰だってまず体の動きを、念じてみるんですね。念じるって言ったっても、次念してみるとかね、確認してみる。体の動き。で、フィジカルムーブメントと英語で言えばね、物理的な動き。で、その場合は大便、小便などなどの排泄するときでも、服を着るときも、脱ぐときでも、そういうフィジカルムーブメントということをね、で、観察していくんですね。で、それどんどんできてると自動的に、全部もう、体ってこんなものしかやってないんだと。だから、フィジカルムーブメントっていうのは、これに限ると。で、終わっちゃうんですね、レッスンは。で、さらに集中力あったら、その人は体で即世間的にはいろんなことやってるんだけど、結局は体に生成できることは伸びるか縮みかだけやというふうに理解する。だからそれに行くための窓口としていろんなものを書いてあるんですね。呼吸瞑想、一番最初に呼吸瞑想書いてあって、それから歩く座る、横になると書いてあって、着替えたりと全部書いてるんですね。だから、これはもう離れて修行する人にとってはその程度の動きしか
ないんです。だから当然会社で仕事をするときっていうことは入らないんですね。田んぼを耕してるときはどういうふうにとそれ入ってないんですね。そういうものをまとめちゃうと、お釈迦様にテキストは書けなくなっちゃうんですね。いわゆる経典解かれなくなっちゃうんですね。だから科学実験みたいに特別な環境を作って、その中でこの実験やらなくちゃいけないんですね。それで体っていうのは生成動きは何でったっけ、膨らみ縮みに限ると決めたら、さらにもう一ステップ進んで、じゃあ物体はそうでないならばどうなるのかと。いわゆる動きが停止したらどうなるのかと。それで、死体の瞑想が入ってるね。ここのセクション、9つあるんですね。だから体に動きがなかったらもう死体ですと。死体は別な物理法則で破壊して壊れていくんだと。それで相当な知恵が生まれてくるんです。はい、そこから次のレッスンが始まるんですね。次のレッスンっていうのは、なんで体動くのかと。なんで物体に動く能力あるのかと。言うと、物体に感覚があるんですね。だから、じゃあ物体に感覚があるんだ。では、物体を置いといて、感覚だけ物体を動かしているのは、腐らないように物体を維持しているのは感覚だと。死んだら腐るんだからね。朽ちていくんだからね。ないんですね。だったら、この感覚は何なのかと、そこを実験に、使うんですね。それで、感覚わかりやすく、空楽、風空、風楽に分けて、それからその人はもう体の動きは全部知っている。その人はもう動きの列車に終わったんだから、自動的に手を伸ばしてるんだと実況するんじゃなくて、手を伸ばすときのどんな感覚変化が起こるのかと。なんで自分が座ってた自分が足を崩したのかと。でそういう、感覚やと。感覚なかったら足を崩す必要なかったと。その感覚は何なのかと。苦しみやと。だから苦しみを避けようと思って足を崩しまったと。崩ったら感覚消えたかというとそうじゃなくて、前の感覚と違う感覚が今起きてるんだというふうに、感覚の勉強、修行、実験を進んでいくんですね。だからそういうふうにこの道場で即世間から離れて修行する人をイメージして説かれてるんだから、その場合はこのクイトンで何の問題も起きません。その通りに進んでいくんですね。で、その人はそこでそれだけあるんで、だから自動的にこのステージ進んでいくんです。わざわざ飛ばす必要はないし、飛ばしたら修行は進めないし、仏質の研究終わったら自動的に残るのは感覚の研究。だから感覚の研究に入る。では感覚だけなのかというと、感覚だけだったら動物すべての生命に同じなんですね。空楽、風空、風楽の感覚しかない。しかし、感覚からもう一つ働きが生まれてくるんだと出てくるんです。それは心のセクションにチッターヌバスナーになってるんですね。考えたりするは、ということで、一応妄想は最初から見ストップしているんだから、
考える、だからその、模範的な修行者だったら、今妄想されているんだではなくて、今欲が生まれている、今怒りの心というふうに心の状況を見るんですね。大体心の状況を見るときでもお釈迦様はガイドライン出してますから、弱くなった心、ちょっと強くなった心、狭くなって活動する、認識活動する場合、ちょっと広くなって活動する場合とかね、なんか集中して活動する場合、全く集中がなくて、もう混乱した状態で心がいる場合、それ様々な心のステージをもうチェックしていくんですね。で、それからダンマに入ってしまうんで、ダンマは知恵のことで、もう、なんて言いますか、この部品の勉強はこの感覚で、心のチッターのパッサナで終わっちゃうんですね。だからもう全部もう部品は勉強しましたと。それから、まとめてもうさらに勉強するときダンマっていうことになるんですね。このダンマっていう言葉を使ったのは今の自分が自分の肉体を研究課題にしてね、自分自身を研究なんて言いますか、オブジェクトプラクティスのリサーチなんですけど、研究対象研究対象にしていたんだから、で、それだったら主観的な話でしょうね。あなただけの世界でしょうと言われるんだから、もうちょっと普遍的に科学性を保つためにダンマっていう言葉使っていて、その時は誰にだってこれぐらいしかないやという感じでダンマの観察するんですね。だからダンマの観察の場合も、全てやる必要はないんだけど、その人に能力興味次第で一部選びます。修行者が何を選ぶべきかということは、これはオートモードで、出てくるんですね。例えば、苦しみがあるんだというと、この空情、無常空とかね、無我とかね、そういうの普遍的なものを通して観察する。あるいはブッダの教えを知っているならば、師匠体に合わせて観察するとかね、その場合は自分だけではないということになっていくんですね。で、それで命のセンシステムをきめ細かく何も残らず研究したことになる。それから悟りについてこの経典では書かないんですね。だから修行者にできる範囲はそこまでで、それから修行者が執着する主体もないし、執着に値する対象も成り立てないと。で、ということになって、もう執着境地に達して、安穏に下脱に達するんですね。で、そのセクションは、意図的にお釈迦様がそこを抜けて、無執着に達すること、なんもないやっていう、それでなんもないやでしょうというふうな結論で、この下脱に必要な、ポイントを示しているんですね。今私はこの経典通りに、四念寺経の説明をしました。で、質問に戻ってみると、これは実際人がやってみるとどうなってるのかっていうことで、それでも皆様一人もね、道場に行って全ての即世間的な活動をやめて瞑想しているわけじゃないんだから、そのテキスト通りにではなくて、いろいろ違うところは
出てくると思いますね。だから私に言えるのは、この気楽に瞑想してみてくださいと。でその時その時気づいた現象を確認してくださいと。で、そうやってくると能力は上がるんですね。例えば、痛みというふうに気づいたら、痛みですと。痛みは忘れちゃって確認できなくなっちゃって、痛みから生じた怒りに気づいたら、今怒っていると、怒りがあると、でその観察すればいいんですね。そうなってくると、即世間で瞑想する人の瞑想は、心中心風あちらこちらもう行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりという、もうまとめようもない状態になる可能性ありますね。まあ、それは問題ではありません。とにかく能力は向上しますので、まあそういうふうにやった方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、臨機応変という感じですかね。はい。はい。